新版科学が突き止めた運のいい人。あなたも運のいい人になりませんか？車で走っているとき、信号の青が続くとラッキーと思う。スーパーのレジに並んだとき、自分の並んだ列だけがスルスルと進むと、ちょっと運がいいと感じる。たまたま懸賞で豪華な商品が当たると嬉しい反面、こんなところで運を使ってしまっていいのかなと不安にもなる。例えばこんな風に私たちはいつも心のどこかで運を意識しています。そして運が良くなるといいなと願っています。ではどうしたら運は良くなるのでしょうか？どういう人が運を味方にすることができるのでしょうか？運というのは一見非科学的なものなので、科学者が運を扱うのは少し不思議な感じがするかもしれません。しかし、一見非科学的に思えるものもつぶさに見つめ、考え、科学が歩み寄っていくと、案外そこに科学的なものが潜んでいる場合があります。運がいい人はよく言います。運がいい、ついてる、と声に出して言うといい。夢や目標、欲しいものは紙に書いて貼っておくと実現する。他人に感謝をしなさい、などと。これらは大抵経験に基づくもので、科学的な根拠が示される場合はほとんどありません。それでも確かに彼らの運はいい。これはなぜなのでしょうか。ところで、あなたが考える運のいい人とはどんな人でしょう？経済的に豊かな人、自分の好きな仕事をしている人、健康で長生きできる人、愛する人と共に生きられる人、自由に生きている人。人によってその捉え方は様々だと思いますが、科学的な観点から考えると、生き残ることが一つのキーワードと言えます。生物学に適者生存という概念があります。適者生存は、生物は環境に最も適したものが生き残るというもの。例えばキリンの首ですね。キリンの首はなぜ長いのか。適者生存で考えると、首が長くなった方が遠くまで見渡せて外敵から身を守れるし、高い木の葉っぱを食べやすくなるから。キリンを取り巻く環境がキリンの首を長くしたのだと考えます。これとは対照的なのが運者生存の概念です。運者生存とは文字通り運のいいものが生き残るというものです。運者生存で考えると、運よく生き残ったキリンの首がたまたま長かったのだとなる。キリンの首が長くなった正確な理由はまだ解明されていません。キリンの首に限って言えば、適者生存の方が説得力を持っているように感じるかもしれません。では、この場合はどうでしょうか。魚のマンボウは一度に約2億7000万個の卵を産み、このうち親になるまで成長できるのは1、2匹と言われています。適者生存で考えると、生き残った1匹は他の2億6999万9999個の卵より環境に適していたのだとなり、運者生存で考えると、生き残った1匹は他の2億6999万9999個の卵より運が良かったのだとなる。この場合、無数の卵のうちのたった1匹だけに遺伝的な適合性があったと考えるのは奇妙で非常に不自然です。この1匹が生き残ったのはまさに運が良かったからに他ならないのです。さて、この運者生存。要は、運がいい人とは生き残れる人なのだというと、結局自分には何もできることはないのかと呆然としてしまう人もいるかもしれません。もし人間もそうなのだとしたら、運というのはただ身を委ねるしかないものなのではないか。努力して何とかなるものではないのではないか。何の手の打ちようもないのではないか。などと思うかもしれません。しかし、私はそう思わないのです。運不運というのは誰の身にも公平に起きていて、その運をどう生かすかに少なくとも人は主体的に関わっていけるというのが私の考えです。まず忘れてはならないポイントが、実は私たちの身の回りには
見えない運・不運が無数にあるという点です。例えば、あなたがいつも通勤に使っている道に100万円が入った封筒が落ちていたとしましょう。そんな日に限ってあなたは、今朝は早起きしたから一駅分歩いていこうと考えて、いつもとは違う道を通ったとします。もしあなたがいつもの道を通っていたら、100万円が入った封筒を拾ったかもしれません。交番に届けたところに持ち主が現れず、1割をいただくことができたかもしれない。いつもと違う道を行ってしまったためにあなたは運を逃しますが、あなたにその自覚はないのです。あるいは仮にいつもの道を通っていたら会いたくない人に会ってしまった。石につまずいて転んでしまった。などの不運な目に遭っていたかもしれない。しかし、いつもと違う道を行ったあなたに不運を逃れたという自覚はありません。私たちはつい目に見える運・不運だけに注目し、運がいい、運が悪いと言ってしまいがちです。けれど、その向こう側には何倍、何十倍もの自覚できない、検証できない運・不運があり、それらを含めれば、実は誰にでも公平に運は降り注いでいるのです。それではなぜ運のいい人と悪い人に分かれるように見えるのでしょうか。ごく大雑把に言うと、運がいい人というのは誰にでも公平に降り注ぐ運をより多くキャッチできる人、またより多くの不運を防げる人、あるいは不運を幸運に変えられる人でしょう。運が悪い人というのはこの逆で、運を逃しやすく不運を掴んでしまう人、あるいは不運を幸運に変えられない人と言えます。運がいい人と言われる人たちをよく観察すると、共通の行動パターン、物事の捉え方、考え方などが見えてきます。つまり、運がいい人というのは単に運に恵まれているというわけではなく、運をつかみ、同時に不運を防ぐような行動、物事の捉え方、考え方をしているのです。そしてその行動パターンや考え方がなぜ運をつかみ不運を防ぐことにつながるのか。そこを探っていくと科学的説明がつく行動パターンや考え方が意外に多く出てきました。運がいい、ついてると声に出して言うといいことも、夢や目標、欲しいものは紙に書いて貼っておくと実現することも、他人に感謝をするといいことも、その理由を科学的に説明することができるのです。ところで、アメリカ・フロリダ大学の研究によると、幸せな人はお金を稼ぐチャンスに恵まれる傾向にあるという結果が報告されています。私たちはお金に困らない人を見ると、お金があって幸せな人だなと思いがちですが、実際は幸せだからお金に恵まれているかもしれないのです。これは運がいい人たちの行動パターンや考え方と運との関係にも似たところがあります。例えば、運がいいと言われる人たちは皆いろいろな意味で自分を大事にしています。常識や世間一般の平均的な考え方に流されることなく、自分の価値観を大切にして自分を丁寧に扱っています。また他者を思いやる気持ちも人一倍持っています。どんな時も独り勝ちしようとせず、他者のために、そして他者と共に生きることを目指しています。総じて言うなら、よりよく生きている。逆に言えば、よりよく生きているからこそ、運も彼らの味方をするのでしょう。いつもの行動や考え方を少し変えたからといって、急展開で運が良くなることはないかもしれません。しかし、毎日少しずつ運を良くするための行動や考えを積み重ねれば、今日よりはちょっといい明日が、明日よりはちょっといい明後日がきっとやってくる。そしていつか気づくと生き方が変わっている。同時に運が味方をしてくれるようになる。そう私は確信しています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は新版科学が突き止めた運のいい人という本をご紹介します。著者は脳科学者で医学博士の中野信子さん。東京大学工学部卒業、東京大学大学院博士課程を修了し、医学博士となり、脳や心理学をテーマに研究や執筆の活動を精力的に行われている中野さん。
著書もたくさんあり、ベストセラーも何冊も出されていますし、テレビにも出演されていますので、ご存知の方も多いと思います。実はこの本は2年ほど前に一度ご紹介しているのですが、その頃は紹介の仕方も結構違っていたんですよね。で、いつか紹介し直したいなと思っていたのですが、今回新版が出たということで、改めて紹介させていただこうと思います。本書もベストセラー。運に興味がある方にはぜひ読んでいただきたい一冊です。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。運のいい人は今の自分を生かす。運のいい人になりたいと願うとき、あなたはつい自分を変える努力をしようとしませんか？例えば経済的に恵まれている人を運のいい人と考えている人は、経済的に恵まれる自分に変わる努力をしようとする。健康で長生きできる人を運のいい人と考えている人は、健康でいる努力をしようとする。私たちはつい自分が考える運のいい人になるべく、勉強したり環境を変えたりするなどして、今の自分を変える努力をしてしまいがちです。しかし、そのやり方はちょっと違うのではないでしょうか。運のいい人になるために自分を変える努力は、一見運のいい人に向かっているようで、実はものすごく遠回りをしている。もっと言えば、運のいい人からどんどん離れていっているのではないか、と私は思うのです。というのは、脳には人それぞれに特徴があり、それがその人の個性を作り上げている部分が少なくないからです。例えば、私たちの脳には、私たちの情動に働きかけ気持ちを動かす物質であるセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質が存在しますが、この量には個人差があります。セロトニンは脳の過剰な覚醒や活動を抑える働きがあり、安心感、安定感、落ち着きをもたらしてくれます。ドーパミンはやる気の元となり、私たちが何か行動を起こす際のモチベーションを高める働きがあります。ノルアドレナリンは集中力を高めてくれる働きを持っています。いずれも人が健康に生きていく上で欠かせない物質ですが、増えすぎると脳と体に悪影響を与えます。そのため神経細胞にはこれらを分解し全体量を調整するモノアミン酸化酵素という物質があります。この酵素の分解の度合いには個人差があり、これが脳の一つの個性を生み出すのです。この分解の度合いが低いタイプの女性の脳は幸福を感じやすい脳と言われ、生まれつき幸福感が高いとされています。中でも特に低いタイプの人は幸福感が高いと同時に援助交際のような反社会的行動を取りやすいとも言われています。幸福感が高いのに反社会的行動を起こしやすいというのは一見矛盾しているように感じるかもしれません。モノアミン酸化酵素の分解の度合いが低いということは、セロトニンの分泌量が多いということ。セロトニンが多いと安心感、安定感を抱けるため、その反対である不安感がないのです。不安感は先を見通す力、将来を考える力があるからこそ芽生えます。逆に言うと、先のことを考えていないからこそ不安感も持たない。先のことを考えないから、今が良ければいいといったような反社会的行動を取りやすくなるのです。また男性の場合は、モノアミン酸化酵素の分解の度合いが低いと攻撃的なタイプになると言われています。例えばこのように私たちの脳は自分ではいかんともしがたい生まれつきの個性を持っているのです。つまり私たちは運のいい人になりたいと願って自分を変える努力をしがちですが、そもそも自分を変えるというのは至難の業で、そうたやすくできることではないのです。そこで少し視点を変えて、今の自分を最大限に生かすことを考えてみましょう。今の自分を変えようとするのではなく、今の自分を生かすのです。
例えば幸福感が高く反社会的な行動を取りがちなタイプの人は、裏返せば怖いもの知らずと言えます。怖いもの知らずの性格は営業や大きな金融取引などの仕事に活かせるかもしれません。あるいは不安感を抱きがちな人に前向きな言葉をかけてあげることもできるでしょう。攻撃的なタイプの人は弁護士など絶戦を必要とする職業で実力を発揮するかもしれないし、組織の中では障害などの立場で活躍できる可能性があります。このように自分が持っているプラスの要素はもちろん、一見マイナスに思える要素も自分の資質として生かす方法を探るのです。たとえ今の自分の状況が世の中の基準から考えるとちょっとずれているという場合でも、自分が心地よいと思う状況なら、その状況を生かすことを考えましょう。例えば学校や会社に行けない人なら、無理に行こうとするのではなく、学校や会社に行かないがゆえにできることを考えてみるのです。自分を世間の標準に合わせる必要はありません。一番大事なのは自分です。その自分を最大限に生かすのです。私はこれが運のいい人になるための絶対条件だと思っています。今の自分、自分の体、自分の考え、自分の価値観、自分の直感など、とにかく自分のありとあらゆるものを生かすのです。まずは今の自分を生かすことを考えてみましょう。今の自分を最大限に生かすというのは、次に述べる自分を大切に扱うということでもあります。新しい何かを身につけたり得たりしようとするのではなく、すでに自分に与えられているものを生かしきるのです。これが運のいい人になるための近道の一つです。運のいい人は自分を大切に扱う。自分を大切に扱う。これも今の自分を生かすことの延長ですが、運のいい人は皆きっと実践しているはずです。例えば、朝履いた靴下に小さな穴が開いていることに気づいたとします。こんな時、運がいい人というのは、今日は外で靴を脱がないからこのまま履いていってしまおう、などとは考えません。ちゃんと靴下を履き替えるのです。あるいは一人で食事をするとき、運がいい人は安易にコンビニエンスストアのお弁当で済ませようとはしません。心のこもった料理を出してくれるレストランに足を運ぶ、または簡単なものでも自分で作るのです。つまり、自分を粗末にせず自分を大切に扱う。他人を敬うのと同じように自分自身を敬うのです。以前、ナディーヌ・ロスチャイルドの著書、ロスチャイルド家の上流マナーブックという本を読んだとき、やっぱり、と感じたことがありました。彼女は貧しい家庭に生まれ育ち、中学卒業と同時に家を飛び出し、印刷所や町工場などで必死に働きます。やがて小劇場の女優となるのですが、大人気スターというわけでもなく、誰もが一目置く美人というわけでもありませんでした。そんな彼女が、ある時世界の大富豪の一人でもあるエドモンド・ロスチャイルド男爵と出会い、結婚。美と贅沢の世界を手に入れるのです。その世界は彼女が幼い頃から夢見ていた以上のものでした。彼女は運を味方にした女性と言えるでしょう。その彼女が著書で述べていたのが、あなたがまず心を配るべきなのは自分自身です、という言葉でした。彼女は、もしあなたが一人暮らしなら、部屋は常にきれいに片付けるべきです。一人でお茶を飲むとしても、縁の欠けたカップなどではなく、一番上等なカップを使ってください。家で一人で夕食をとるなら、帰りにお花と美味しいデザートを自分に買ってあげましょう、とも言います。つまり、自分で自分を好きになれるよう、自分自身に心を配る。自分で自分を構うべきだ、というのです。このくだりを読んだとき、やっぱり運がいい人は自分を大切に扱っているのだ、と感じたものでした。ではなぜ自分を大切に扱うことが運の良さにつながるのでしょうか。その人の運の良し悪しは、周囲の人といかに良好な人間関係を築けるかということに大きく左右されますが、自分を大切にしている人は他の人からも大切にされるのです。逆に自分を粗末に扱っている人は
他人からも粗末に扱われるようになってしまうのです。例えば、あなたの目の前に2台の車があるとしましょう。1台はピカピカに磨かれた車で、もう1台は汚れていて車体に叩かれた跡がある状態です。もしあなたがこの2台の車のうちどちらかを思いっきり叩いてくださいと言われたら、あなたはどちらの車を叩くでしょうか。おそらく多くの人が汚れている車を選ぶと思います。これは軽微な犯罪がやがて凶悪な犯罪を生み出すという心理学の割れ窓理論でも言われていることですが、人にはある特定の秩序の乱れがあると、それに同調してしまうところがあります。例えば、ゴミ一つ落ちていないきれいな道にポイ捨てするのは気が引けますが、ゴミがたくさん落ちている道の脇なら、一個くらいなら捨ててもまあいいかという気になる。すでに秩序が乱れている場所があると、さらに秩序を乱すことへの心理的抵抗が少なくなるのです。実はこれと同じことが人に対しても起こるのです。自分を大切にしている人を粗末に扱うのは抵抗があります。しかし、自分で自分を粗末に扱っている人には、こちらも同じように粗末に扱ってもいいような気がしてくる。身なりのきちんとした人には思わず敬語を使いたくなりますが、身なりにあまりに無頓着な人にはその気はなかなか起こりません。つまり、他の人から大切に扱われるようにするには、そして周囲の人と良好な人間関係を築くためには、まずは自分で自分を大切にする必要があるのです。ナディーヌ・ロスチャイルドの言葉を借りれば、自分で自分を好きになれるように自分に心を配るのです。運のいい人は自分は運がいいと思い込む。自分は運がいい人間だと決め込んでしまう。これが運を良くするコツの一つです。何の根拠もなくていいのです。これまでに自分にはこんなについていたことがあったという過去の実績がなくても構いません。とにかく自分は運がいいと決めてしまうのです。以前、直感力に関する調査結果を見たことがありました。パートナーの浮気を見抜くのは男性よりも女性の方が得意というイメージがありませんか？この調査を行った人も、女性の方が男性より直感力が優れているという仮説をもとに調査を開始しました。実際、自分は直感力が優れていると思うかという質問に対して、優れていると思うと答えたのは女性の方が多かったのです。しかし、いざ嘘を見抜かせる実験をすると、わずか 1% 程度の微妙な差ではありながら、男性の方が嘘を見抜いた人が多いという結果になりました。この実験で、主観的な直感力の尺度と客観的な直感力の尺度には開きがあることが分かったのです。これは、自分で直感力が優れていると思っている人に、その根拠がほとんどないことが分かったとも言えますね。運についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。世の中には自分が運がいいと思っている人と自分は運が悪いと思っている人がいますが、運がいいと思っている人に明確な根拠がある場合は少ないように思います。つまり、これから自分は運がいいと決めようとしている人にも特別な根拠はいらないのです。根拠はなくても自分は運がいいと決めてしまった方が実際に運は良くなるのです。ではなぜそう言えるのでしょうか。例えば仕事でうまく契約が取れなかったとしましょう。自分は運がいいと思っている人は、自分は運がいいのに契約が取れなかったということは、準備の段階で自分にミスがあったのかもしれない。あるいは自分に勉強不足のところがあるのかもしれない。などと考えます。一方、自分は運が悪いと思っている人は、自分はこんなに努力しているのに、運が悪かったから契約が取れなかったのだ、と考える。運がいいと思っている人には努力の余地が生まれますが、運が悪いと思っている人にはその余地は生まれないのです。運がいいと思っている人は努力次第で次回の契約が取れる可能性が高まりますが、運が悪いと思っている人はそうはなりません。あるいは夫婦や恋人同士などの人間関係。運がいいと思っている人は、私は運がいいからこの人と一緒にいられるのだと考えます。
喧嘩をしたとしても自分に至らないところがあったのではないかなどと思える。しかし運が悪いと思っている人は、自分はこんなに努力をしているのに相手は分かってくれない、こんな人を選んだ自分は運が悪いなどと考えてしまう。運がいいと思っている人はパートナーとの仲を一層深めるチャンスが生まれますが、運が悪いと思っている人には生まれない。それどころかますます不仲の方へと舵を切ってしまうのです。実は運がいいと思っている人も悪いと思っている人も遭遇している事象は似ている場合が多いのです。しかしその事象に対する捉え方、考え方が違う。対処の方法も違う。長い年月を積み重ねればおのずと結果は大きく変わってくるでしょう。だからやはり何の根拠もなくても自分は運がいいと決め込んでしまった方がいいのです。なぜかわからないけど、運のいい人って周りにいませんか？特別な人には見えないのに、いつもうまくいってしまう。傍から見ていると、ついているとしか言いようがない。そんな人を見て、あの人は運がいいんだ。運の良し悪しは自分では変えられないのだから、私が運に恵まれないのは仕方がない。とあなたは思っていませんか？でも、果たしてそうなのでしょうか？運というものは必ずしもその人がもともと持っていたり生まれつき決まっていたりするものではなく、その人の考え方と行動パターンによって変わると言えます。運がいい人には共通した考え方や行動パターンがあるのです。運を良くするための振る舞いがあるのです。運はコントロールできるのです。運が良くなる考え方や行動パターンがあるのなら、自分の脳にその考え方や行動を習慣づけてしまえば、あなたも運が良くなるはずです。そう、あなたの脳を運を引き寄せられる脳にしてしまえばいいのです。あなたもこの本で運のいい人になりませんか？今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本チャンネルでは運に関する本をたくさんご紹介しています。自己啓発やスピリチュアル的な視点で語られるものも多いですが、そういったものを科学的にも語ることができるんだなと思うと、とっても楽しく読めるんです。幸運や開運に関する知識を多少お持ちの方なんかは、だからついてるって言えばいいんだとか、自分自身を褒めるってやっぱり効果があるんだとか、特に楽しめるかもしれません。僕も改めて読み直してみたのですが、自分の知識が増えているせいか、2年前に読んだ時よりもより深く運というものを感じることができた気がします。運のいい人に隠された科学的な秘密を知れば、今日からあなたも運のいい人になれるはずですよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。